不良ヤクザの告白を断ったメイ。性格の悪いこの男がブチギレる。クラスの弱虫を蹴り飛ばす。板隅をぶっかける。お前みたいな女がアイドル笑わせんなよ。この二人、なんかいい感じ。1年後のライブで震えるメイ。この男が現れる。こいつプライド高すぎだろ。命だけは助けて。ナイフが振り上げられ、メイが死を覚悟して目を閉じました。絶体絶命のピンチ。どうなる？夕暮れ時の教室。オレンジ色の光が長く伸びる中、天野メイは自身の運命を大きく揺るがす言葉を突きつけられていました。この辺りでは有名な不良であり、とあるヤクザの息子で知られる小田巌が、彼女の前に立ちはだかっていたのです。メイ、俺と付き合え。お前みたいな女には俺が一番似合ってる。と傲慢な態度で迫る小田。しかし、メイの心には彼を受け入れる余地などみじんもありませんでした。彼女には、幼い頃から抱き続けてきた、アイドルという唯一無二の夢があったからです。毎日、周囲が遊んでいる間も一人で歌とダンスのレッスンに励み、その足裏には努力の証である豆ができていました。メイはまっすぐに小田を見据え、毅然とした声で答えました。ごめんなさい、小田くん。私にはどうしても叶えたい夢があるの。今は誰かと付き合うつもりはないわ。この拒絶はプライドの高い小田にとって耐え難い屈辱となりました。昨日までクラスの憧れの的であったメイは、その瞬間から彼にとっての攻撃対象へと変貌してしまったのです。学校を一歩出ればメイにはもう一つの地獄が待っていました。彼女の両親は典型的な教育熱心な家庭であり、メイを医学部に進学させることだけを至上命題としていました。自宅の机には最新の参考書が山積みにされ、分刻みの学習スケジュールが壁に貼られています。歌ってる時間があったら勉強せんかい。と父親の怒声が響きます。メイにとってアイドルを目指す時間は唯一自分らしくいられる呼吸の場でしたが、両親はその酸素さえも奪おうとしていたのです。彼女は自分を医者というブランドを作るための道具としか見ていない両親に心の中で激しい嫌悪感を抱いていました。私の人生を勝手に決めないで。私はお父さんたちの人形じゃない。そう叫んで家を飛び出したことも一度や二度ではありませんでした。もう一人の孤独。一方、同じクラスの片隅に誰からも存在を無視されている男がいました。橋本陽一です。彼の家庭環境は、メイとは対照的に崩壊していました。両親は重度のギャンブル依存症であり、家の中には酒と借金の督促状が散乱していました。橋本は、朝食を抜くことはおろか、数日間何も食べられないことも珍しくありませんでした。そんな彼が昼休みに広げるのは、具が何一つない日の丸弁当でした。今日もこれか。でも、食べられるだけマシだな。寂しげにつぶやき米粒を噛みしめる彼の姿を、クラスメイトたちは貧乏が映ると嘲笑していました。小田はめぐに振られた腹いせとして、格好の標的にしたのがこの橋本でした。小田は橋本の机にゴミを捨てて、時にはわざと牛乳をこぼして彼を嘲笑いました。ある日の昼休み、親との喧嘩で食欲を失っていたメイは、廊下で小田に小づかれている橋本の姿を目撃します。おい、梅干し。その梅干し、地面に落ちた方がうまいんじゃねえか。と小田が笑いながら橋本の弁当箱を叩き落としました。今日はおにぎりじゃねえか。クソワロタ。地面に落ちたおにぎりを見つめて黙って拾う橋本の指先は、悔しさではなく諦めで震えていました。その光景が自分を肩にはめようとする親に抑圧されている自分の姿と重なり、メイの胸を鋭く突き刺しました。小田が立ち去った後、メイはそっと橋本に近づきました。橋本くん、もしよかったら私のこれ、食べない？ちょっと作りすぎちゃって。彼女が差し出したのは、色鮮やかなおかずが詰まった手作りの弁当箱でした。それは、夢を追う彼女が自分を奮い立たせるために用意した、希望の味がする弁当でした。
この小さな接触が後に訪れる過酷な運命の歯車を回し始めるとは、この時の二人はまだ知る由もありませんでした。あの日からメイと橋本の間には不思議な習慣が生まれました。メイは毎朝、自分の分に加えてもう一つ、少し大きめの弁当箱におかずを詰めて学校へ持っていくようになりました。橋本の家庭環境を思えば、栄養のある食事こそが今の彼に最も必要なものだと直感したからです。昼休み、クラスの騒がしさを避けて、二人は屋上へと続く階段の踊り場で顔を合わせるようになりました。今日も作ってきたの。口に合うかわからないけれど、食べて。メイが差し出した弁当にはコロッケやソーセージ、出汁の効いた卵焼きがぎっしりと並んでいました。かつての彼の昼食は具のない日の丸弁当、時にはそれさえ用意できない日もありました。一口、また一口と頬張るたびに橋本の瞳には熱いものがこみ上げます。天野さん、本当にありがとう。こんなに美味しいものを食べたのは何年ぶりだろう。メイにとってこの時間は織谷や小田からの重圧を忘れられる唯一の救いでした。アイドルを目指してダンスに励むメイの話を橋本はただ静かに、そして誰よりも熱心に聞き入りました。二人の間には立場を超えた深い信頼と孤独を分かち合う者同士の連帯感が芽生えていたのです。しかし、二人のささやかな交流はすぐに小田岩尾の知るところとなります。自分を拒絶したメイがクラスで最も底辺とみなしている橋本と親しくしている事実は小田の歪んだプライドを激しく逆なでしました。おい、日の丸野郎、お前、自分が何様のつもりだ。天野に色目を使ってんじゃねえよ。小田は橋本が一人になった瞬間を狙っては執拗な嫌がらせを繰り返しました。教科書は切り裂かれ、服にはイカ墨をかけられる日々が続きます。メイに対しても小田の嫌がらせはエスカレートしていきました。彼女が練習している場所を突き止めて待ち伏せし、嘲笑的な言葉を投げかけます。お前みたいな女がアイドル、笑わせんなよ。毛先紅生姜やろ。小田の存在はメイにとって恐怖を呼び起こす深刻なトラウマへと変わっていきました。それでもメイは橋本への弁当作りをやめませんでした。彼女の優しさは橋本にとっての唯一の生きる希望であることを理解していたからです。橋本もまたどれほど暴行を受けてもメイの前では決して弱音を吐かず、彼女を安心させるために無理な笑顔を作っていました。そして運命の卒業式当日を迎えました。厳粛な式典が終わり、生徒たちが最後の別れを惜しむ華やかな喧騒の中、橋本の姿はどこにもありませんでした。メイが不安に駆られて校内を探し回っている頃、橋本は小田によって校舎裏の倉庫に引きずり込まれていました。小田の怒りは頂点に達しており、手には武器が握られていました。今日で終わりだ。お前みたいなゴミが俺の女をたぶらかした報いを受けろ。小田は無抵抗の橋本に対して一方的な暴行を加えました。殴る蹴るの暴行は数十分間に及び、橋本の体は見る影もなく腫れ上がり、地面には鮮血が広がりました。意識が遠のく中、橋本が最後に見たのはバットを手に高笑いをする小田の冷酷な姿でした。メイがようやく倉庫にたどり着いた時、そこには日の丸弁当の箱だけが残されていました。橋本の姿はすでにありませんでした。橋本くん、どこにいるの？お願い返事をして。メイは必死に彼の携帯電話に連絡を入れましたが、呼び出し音が空虚に響くだけで、応答はありませんでした。橋本は、ボロボロになった自分の姿をメイに見せたくないという最後の一線と、小田への恐怖からそのまま親にも連絡せずにどこかへ消えました。二人の絆は卒業という門出の日に、最悪の形で引き裂かれてしまいました。
卒業後、天野芽衣の生活は一変していました。医学部進学をめぐる両親との確執は修復不可能な段階に達し、彼女は書き置き一つを残して家を飛び出して一人暮らしを始めました。身を寄せたのは都会の片隅にある築年数の古い安アパート。彼女はそこで本名を捨てて、アイラというステージネームを名乗り、地下アイドルとしての活動を本格的に開始しました。しかし、現実は甘くありません。アイラとしてのライブだけでは食べていけず、彼女は深夜のコンビニエンスストアで週に5日の夜勤をこなしていました。アイドルとしての華やかな衣装から地味な制服へと着替える毎日。そんなある日のこと、アイドル界隈では名高いライブイベントへの出演が決まりました。アイラにとってそれは夢への大きな一歩になるはずでした。しかし、ステージの照明が眩しく光る中、最前列付近で冷酷に自分を睨みつける男の顔を見た瞬間、彼女の心臓は凍りつきました。ヤクザの息子、小田岩尾。アイラは恐怖で喉が詰まりそうになりながらも、必死に歌い続けました。どうしてここにいるの？やっと逃げ出せたと思ったのに。楽屋に戻った彼女はガタガタと震える手で衣装を脱ぎ捨てて、一刻も早くその場を立ち去ることしか考えられませんでした。迫り来るストーカー、小田の再登場は単なる偶然ではありませんでした。それからというもの、アイラの周囲では不気味な出来事が相次ぐようになります。深夜に帰宅するとアパートのドアが何者かによって激しく叩かれたような穴があり、ポストには卑猥な言葉が書かれた嫌がらせの手紙が投函されていました。ある日、ライブが終わった後に薄暗い路地を歩いていると、背後から一定の距離を保ってついてくる足音が聞こえました。振り返っても誰もいませんが、街灯に伸びる影が、小田のものであることは直感でわかりました。恐怖に耐えかねたメイは警察署へと駆け込みました。しかし、対応した警察官は彼女の地下アイドルという肩書きを聞くと、どこか冷ややかな蔑むような目を向けました。ファンによる過激な応援の一部じゃないですか。実際に危害を加えられたわけではないなら我々にできることは限られています。そう突き放された彼女は、誰にも守ってもらえない自分の無力さを痛感しました。両親を捨てた自分には帰る場所も守ってくれる家族もいなかったのです。数日後の深夜、メイは再びコンビニのレジに立っていました。ストーカー被害の恐怖で一睡もできておらず、目の下には深いクマができていました。時刻は午前3時。客足は完全に途絶え、店内には冷蔵庫の低い駆動音だけが響いていました。突然、自動ドアが開く電子音が鳴り響きました。現れたのは、小田岩尾でした。ヤクザの道を選んでいた彼はメイを凝視しました。見つけたぞ、メイ。いや、アイラだったかな。お前はどこへ逃げても俺の所有物なんだよ。俺を振ったくせに人前で尻を振って歌うなんて許せるわけないだろう。小田の懐から取り出されたのは鈍く光るナイフでした。彼はメイが悲鳴を上げる間もなく襲いかかりました。メイは必死に後退し商品棚の陰に追い詰められました。やめてお願い、小田くん。昔のことは謝るから、命だけは助けて。震える声で命乞いをしましたが、小田の顔には醜い笑みが浮かぶだけでした。ナイフが振り上げられ、メイが死を覚悟して目を閉じたその時です。メイが死を覚悟して目を閉じたその時です。そこまでにしろ。彼女に手を出すんじゃない。低く、血を這うような重圧を持った声。メイが恐る恐る目を開けると、そこには小田の腕を強靭な力でひねり上げている男の背中がありました。
仕立ての良い漆黒の高級スーツをまとったその男が小田を軽々と床に立たせました。小田はあまりの力に絶叫し、また打ち回りましたが、黒いスーツの男は冷徹に彼を見下ろしています。男がゆっくりと姪の方を振り返りました。そこには、高校時代の弱々しさはみじんもなく、修羅の道を歩んできた者だけが持つ鋭さと威厳を抱えた、あの少年の面影がありました。遅くなってすまない。天野さん、ずっと君を見守っていたんだ。その声を聞いた瞬間、姪の目から堰を切ったように涙が溢れ出しました。1年以上の空白を経て現れたその男は、かつて彼女が弁当を分け与えた橋本陽一その人だったのです。コンビニの冷たい床に這いつくばる小田岩を、橋本陽一は冷徹な眼差しで見下ろしていました。小田は、お前、あの時のもみか。と叫びますが、橋本がその腕に力を込めると鈍い音とともに悲鳴が店内に響き渡ります。橋本は、卒業式の日に受けた屈辱と痛みを忘れたことは一度もありませんでした。彼はあの日から自らの身を守り、そしていつか恩人を守るための力を手に入れるべく、極道という過酷な道を選んだのです。橋本は小田のストーキング行為を事前に察知してあえて泳がせていました。それは、小田が決定的な罪を犯す瞬間を捉え、社会的に、そして物理的に完全に葬り去るためでした。あの時はよくもやってくれたな。お前の人生はここで終わりだ。橋本が合図を出すと、店外に止まっていた黒いベンツから2人の仲間たちが現れ、小田を捕らえて警察に突き出す準備をしました。現場には、小田が持ち込んだ凶器と、防犯カメラに記録された犯行の証拠が完璧に残されていました。嵐が去った店内で、姪は震えながら橋本の名前を呼びました。橋本くん、君なのね。かつての弱々しい面影はなく、今の彼は組織の若き組員としての威厳をまとっていました。しかし、姪を見つめる瞳だけは、あの踊り場で弁当を分け合った時と同じ優しく穏やかな光をたたえていたのです。あの時、君がくれた弁当が俺の命をつないでくれた。今の俺があるのは、君があの日俺を人間として扱ってくれたからだ。橋本は、彼女がアイラとして必死に夢を追い続けていることを知っており、人知れず彼女のライブ会場やアルバイト先に足を運び、影から守り続けていたことを明かしました。天野さん、君には最高のステージが似合う。こんな場所で終わるような女じゃないはずだ。小田はストーカー規制法違反及び殺人未遂の疑いで逮捕起訴されました。恐怖から解放された姪は本名の自分を認め、そして支えてくれる存在がいることの強さを知りました。姪は再びステージのライトを浴びていました。客席のどこかで見守っているであろう影の守護者への感謝を胸に、彼女の歌声は今まで以上に力強く聴く者の心を震わせます。あの日、一つの弁当から始まった絆は、形を変えて彼女を支える揺るぎない力となりました。天野姪は過去のトラウマを乗り越え、自分自身の力で輝かしいスターへの道を一歩ずつ踏み出していくのです。光は消えはしない。砕けたかけらが星座になる。真実の輝きは闇に勝つと宇宙に証明するために燃える。まだ名もなき二つの星が滲む銀河に夢を描いた。燃える痛みも光に変えて
野さん、まさかこんなことになるなんて。ワールドドリームで世界の頂点に立った田中由美。彼女には誰にも打ち明けていないもう一つの夢があった。空港の到着ロビー、一人の女性が由美に近づいてくる。勤務先に提出した退職届が自らを想像を絶する試練の渦中へと叩き込むことになるとは、この時の由美はまだ知りよしもなかった。